それじゃあ時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。多分 CM が入ってますね。最初に、今日朝の8時ぐらいかなに普段よりちょっと早めなんですけど僕は。で、起きて、今日祝日だったんですけど僕は、シメディさん、どうもよろしくお願いします。はい。紅葉をね、見てきました。はい。皆さん、ドライブとか行きました今日とか。お花、こんばんは。お花さんどうも。よろしくお願いいたします。あ、そうなんですね、しめじさん。月曜から水曜まで名古屋に出張してました。よく名古屋出張してますね。ね。ちょこちょこ来てますね。そうだったんですね。僕はライブあれすればなんかまた教えてくれる。またあれです。免疫っていうか周辺ですかね、出張って。だいたい何区に行ってたんですか？まずざっくばらんにまた紅葉の話もちょっとしていこうかと思ってるんですけど、実は僕も、シメディ、月も水も富士山が綺麗でした。そうですね。綺麗でしたね。新幹線とかで行くとね、絶対見えますもんね、富士山。うん。僕が行ったところはですね、ちょっと地図出しまして、紅葉というか。シメディ、名古屋から JR で一駅のところです。あ、そうなんですね。はいはい。今ちょうど地図出したんですけども、ちょうどね、僕が住んでるところから、ここ行ったんですよ、今日。ひまわりの湯っていう平屋温泉っていうところなんです。向かってって、僕は最近ずっとサウナが好きで、サウナがある日帰り温泉を求めつつ、山に向かっていったっていう。ちょうど豊田市から。お疲れ様です。どうも、篠梅さんお疲れ様です。よろしくお願いします。今日ね、豊田市からずっと進んでって、301号っていう新城市っていうとこがあって、山なんですけど、ここも。新城市の方で行って、東栄町まで行って、257号の設楽というところ、豊根町、こっち行ったのかな？こんばんは。どうも。よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。すいません。ちょっとコメントが遅くなっちゃって、帰ってきて、ちょっと前にコメントしました。今日また遺産の話もね、したいと思いますんで、株取りもやりますね、早めに。よろしくお願いします。ありがとうございます。設楽町というところ行ってきて、で、ずっと、南信州っていうとこなんですけど、ちょうどね、今、この辺り、ネバ村とか、この辺りかな？はい。がね、紅葉綺麗でした。はい。多分、南信州だったので、もうちょっとすると、満開っていうか、もみじとかが真っ赤な形で、まだね、緑色な部分も結構ありました。はい。多分僕祝日が、土日も全部もう自営業なので、休みがないんですけど、祝日だけポコッと昼間開くので、11月23日とかは、多分南の方の、まだ紅葉が残ってるところ行きたいなーって思ってます。で、今やっぱりね、この紅葉と、ここも、そうそう、このひまわりの湯のサウナは良かったです。最近サウナーになってるので、温度がね、80度ぐらいで、外気浴がやっぱ気持ちよかったですね。はい。景色がやっぱり良くて、外出るじゃないですか。だいたいサウナってサウナでだいたい。来週ラリージャパンですね。新城でやりますね、そういえば。そうか。そうだ。この辺やりますね。はい。うちの生徒もね、それ、行く子がいるみたいで、はい、車好きな子がいて、抽選っていうかな、当たったって言って、行くみたいです。
そうそう、このあたりね、ラリーしますよね。まあF1 の話で中島悟がこのあたりずっと昔知ってたんじゃないかって話ですけども。で、サウナが、はい、80度ぐらいで良くて、もう1時間ぐらい行っちゃいましたね。だからもう途中、帰り、ここから、エナの方抜けたのかな。そうですね。中津が、エナっていうとこ行って、エナっていうとこで、ここも有名なもみじのところがあるんですよ。ちょっとインスタの方で名前忘れてしまった。出るかなこれ。シメディ、水曜日の名古屋駅で伝送がイベントやってました。そうなんですね。なんか伝送のイベント、なんでしょうね。伝送か。どこだったっけ？忘れちゃった。出てこないかな？この曽木公園、この曽木公園っていうところがね、これ見えますね。はい。紅葉がめちゃくちゃ綺麗なところで、ここはあれなんですよ。水辺に映るもみじって言って、ライトアップもされていて、なんて言うんでしょう。鏡みたいな形で反射して、もみじが映るので、ライトアップですごい綺麗なんですよね。まあ僕、昼間行ってきて夜はね、まだ仕事があったので、戻ってきちゃったんですけど、ここ行って、で、瀬戸の方行って帰ってきて、だいたい今日10時間ぐらい運転しましたね。はい。10時間 ?9 時間か。温泉入れてますのでね。はい。まあ、好きあらば、こうね、どっか行っちゃうので。楽しかったです。昔だったらなんか食べながら行きましたけど、やっぱり今ちょっと16時間ダイエットをやってる関係で、ナッツちょっと食べながらだけでしたね。ほとんど食べながら行かずにサウナ行ったから、健康的なドライブでしたね。はい。という話です。はい。それでは、まず今週、そう、これで、やっぱり今日 TikTok ライブはやったんですけど、オーディブルを聞きながら、運転してきました。はい。今週のオーディブルですけども、いつも今週のオーディブルになってきた。今ね、ちょっと小説をあんまり読まないのに、今日ちょっと一日長いなと思って、ドライブが小説一個読めるかなと思って、この、流浪の月という、2020年になんか出てきた小説らしくて、映画化もされてるらしいんですけど、ちょっと、レビューで見たら、なんか、面白いかなと、なんだっけ映画はね、誰だったっけもう名前出てこないですね。松坂桃李くんと、広瀬、あれ下の名前が出てこなくなっちゃった。妹さんの方がなんか映画やってたみたいですね。はい。で、これを、読んでます。で、その前に生徒が、これ面白いよって聞いて、七四権兵衛。鈴。そう、鈴。広瀬鈴が出てこなくなっちゃった。もうやばいですね。で、君は月夜に光り輝くっていうのが先生面白いよって言って、中学生に勧められて読みましたけどね。いやーもう青春でしたね。めちゃくちゃ青春でしたね。はい。この間の夜遊びの大正ロマンと同じように本当になんか恋愛小説でキュンとくるようなおじさんキュンとなっていいのかよって感じ。だけどやっぱ小説ハマっちゃいますね。オーディブルで聞いちゃうともう、楽しいですね。その世界にこう入っちゃいますね。でも大人になってきた方が子供の感性よりやっぱり40、50になった方が小説ってもしかしたら想像力が膨らむ気がしました。なんか昔読んでた時より多分今読んだ方が想像力が増す気はしますね。あとは
サウナの本も読んでます。整えば。はい。まだ、これからですね、自己肯定感のやつは。それからまあ、生徒たちにちょっとオーディブル聞いてるんだっていうと、どうしても小説推薦されちゃうので、あれですけど、基本的に読みたいのはちょっとやっぱり硬い、この国道16号線とかね、読みたいんですよ。なんか、面白いなと思って、ちょっと調べてきました。もっと早く言ってよ。50代から20代。これも、まあちょうどアラフィフの話なので読みたいな。このサウナの取説読みましたね。これをパーッと2時間ぐらいで読んじゃいました。あとは米津玄師の愛ね暗いねはまた読みたいねと思ってます。で、株価暴落はこの間、途中でやめちゃいました、これ。株価暴落で、意外に面白くなかったです。なんか途中で、もうなんか見えちゃったみたいな。ね、織田裕二かなんか映画でやってたみたい。ちょっとダメですね。あと、美味しいご飯が食べられますようにですね。とか、このあたりですかね。このあたりまだ、登録しているだけなので、また、見たら、ちょっと、感想を言いたいなと思います。やっぱ車乗ってることが多いので、1日2時間くらいは、こう、なんかね、読むことができるので、まあ今まで YouTube とかだったですけど、本当に、オーディブル様々になってきましたね。はい。ていうか、トレーダーの経済の本全然ないっすね。トレーダーじゃないみたい。まあまあ、オーディブルはいろんなね、幅広くね、読みたいななんて思っています。またなんか、面白そうなものとかあればね。お花、はい、アイネクライネナットミュージック。はいはい、そう。これね。この著者が伊坂幸太郎さんって言いまして、多分、この人絵描いてる人じゃないですか？違うかな？絵だけじゃないのかな？はい。ちょっとやっぱり、米津、玄師の、歌も好きだったので、原作読みたいなと思って、チョイスしました。多分次ぐらいに読むかもしれないですね。はい。はい。そんな感じですね。米津玄師のまた読みたいですけどね。モーツァルトのクラシックみたいな名前ですね。そうですね。確かに、これね。アイネ、暗いね。アトムジークって書いてある。アイネ暗いね。ナハト、これどうやって読むんですかね。アイネ暗いねは知ってるんですけど、ナハトムジークって言うんですかね。ちょっとわかんないですけど。はい。そんな感じでございます。はい。参りましょうか。バーっと行きましたけど。生徒とかで聞くと面白いですね。こういうの読むんだとか、やっぱり全然自分の中のそのボキャブラリーじゃないですけど、バラエティが広がりますね。はい。映画とかもなんか映画化されてるやつとかね、そういうのも、興味出てきましたね。だいぶ変わってきましたけど。はい。それではですね、今日の特集なんですけども、これ、見ました？ブログの方で。ドイツ語で直訳すると、一つの小さな夜の音楽ですね。そうなんですか。すごっ。お花、モーツァルトです。ナハトイコール夜ミュージック本当ですね。イコール音楽。二人ともすごいですね。ナハトそうだったんですね。ありがとうございます。はい。早速今日の特集なんですけども、これ、見ました？これ、パッと、あんまり出すと、みんなに許可取ってないので、いけないですけど、僕、どれかわかります？まあいいですね。この間日曜日、法事がありまして、じいちゃんの、3回忌、それからばあちゃんは17回忌っていうことで、ほとんど、同じ時期にね、亡くなったので、この時期に毎年やる。多分今度7回忌とかになるかもしれませんので、なかなかね、親戚に会うこともないかなと思うんですけど、この中でも、またちょっと写真長いですね。
相続のことというか、まだね、実はうちの親の代でも、おじいちゃんおばあちゃんのお家があるんですけど、それが古くてですね、なかなかこう、取り壊したり何をしたらいいかっていうことで、まだそのまま残ってるんですよ。で、そういったこととかも、持ち家の方とかもあるし、いろんなね、状況でこう相続のこととかもね、話をしたいなっていうことで今日特集を組みました。はい。相続贈与ということで。僕もあんまり知らないので、本は買ってきたんですけど、まずは一緒にね、読みながら、勉強していきたいなと思っております。はい。それではですね、早速今日の、相場の方からね、行って、オプトレとかね、行っていきたいと思います。東雲、大変ですよ。はい。大変ですよね、きっと。はい。まあね、相続税とかめんどくさいことはありますよね。はい。はい。では、参ります。こちらの方ね。まず、FX の方を見ていきたいと思います。今日、祝日ですけど動いてますね。ドル円が147円ということで、まあまあ落ち着いてる方ですね。今思えば今日は落ち着いてます。ただですね、ちょっとおかしな動きが、ポンドがすごい動いてます。ポンド円が 2.1% 下落していて、ポンドドルもすごいですね。ポンドもスイスもユーロ圏がね、下落がすごい続いてます。まあ5ドルもすごいのか。でもドルインデックスがこんだけ上がってるから、ドルも高くて、ポンドも安くなってるから、これダブルですね、ここは。はい。特にポンドが目立ちます。はい。そんな感じです、今日はね。じゃあ次、日本はお休みだったので CFD はちょっと動いてます。今日は。CFD は 27,240 になってますね。まあでも、下落して、これアメリカの相場と多分連動してるんじゃないでしょうか。だから明日、日経午前中落としてくる。27,600 だったので、落としてくるかなっていう感じはします。はい。じゃあ、米国行きますね。はい。いやー、今日落としてますね。ナスダックが14,000、1390でした。ごめんなさい。SP500 も落としてます。先物も今日一日ずーっと落としてきています。はい。SP500 が3700ジャストですね、今。金利がですね、ちょっと気になりますね、これ。米国債の2年金利がなんと一時期今日です 5% までいったんですね。すごいですね。5.1 まで行きましたよ。今日。何あったんですかね、これ。この時間でだから、なんだなんか、キューンと上がってますね、これは。2年債が。まあ今、4.71 ですね。もうめちゃくちゃ高いです、今。今日。それから、10年債でも 4.16 なので、まあ、とにかくこれ、こんだけ金利高きゃ、まあ、半導体やられますよ、そりゃ。ね。短期金利やられちゃいますよ。ただ、ビックスは、そこまで恐怖になってません。まだ下がっても 1% ですもんね。決算がある企業もあるのかな？ちょっと個々にまた見てきますね。ビックス 1.43 プラスです。でもナスダックの方がちょっとやっぱ悪いですね。はい。そんな動きをしています。それから、中国とか見ていきましょう。中国は変わらずです。ただ、香港が下がってるんですけど、確か前の日 5% ぐらい上がってましたよね。だから戻ってきちゃった感じです。1日パーンと上がって戻った感じ。はい。マレーシアとかこちらもそうですね。インドは変わっておりません。インド高いとこ来ましたね。ついに 18,000 台乗りましたね。
ついに来ました。はい。マレーシアは一回登って降りてきたって感じですね。シンガポールも登って降りてきてます。ベトナムは、底根県にいます。はい。ヨーロッパは変わらずですけど、ちょっと登ってきたのが今落ち着いてしまいました。ドイツ、ただ珍しいですね。今、イギリスが上がってきてます。CFD が。プラス圏になりましたね。珍しい。ただ、ドイツとかユーロとかは下がったまんまです。はい。あ、そういえばイギリスの首相、なんか感じが良かったことないです。新しい首相。インド系の方なんですよね。若くて。42、3歳でしたっけ？なんか羨ましかったですよ。なんかこんな、ね、どうしてもなんか別に岸田さんが悪いわけじゃないけど、イギリスのね、42、3歳のね、バリバリのエリートがなんか首相になったと、なんかオバマ政権を思い出すというか、はい、そんな気がしました。それと今回のこのね、動きは関係あるかわかんないですけどね。はい。ということで、あとオーストラリア。悪いですね。南アフリカも悪いですね。メキシコ。今日はちょっとずっとドル高のせいか下げで来てます。はい。トルコだけちょっと足の動きしてますけど。はい。コモディティいきます。ゴールドが1620ってかなり悪いです。1620ってめちゃくちゃ悪いですね。もう気がつけば。シルバーはシルバーもゴールドももうなんか、かなり安値ですよね。ちょっとごめんなさいね。ゴールドちょっと見ていいです？久々チャートをこっちで。ゴールドの冷やしちょっと見てます。ゴールドの冷やしの1620ってこのトリプルボトムですね、今。冷やしで。で？いやー、ないよね。ここ。2020年のコロナの時に1500、1600、これですね。もう2年前ぐらい、俺積み立ててってやつ多分もう結構やばいな。ゴールドがコロナ前ぐらいまで下がってるんですね、気がつけば。これですもんね。何なんでしょうね。ほんと今年は株と逆相関してませんよね。イギリスは財政で何とか使用しているので一回終わるかもです。そうですね。本当にこの間のイギリスのね、トリプル安っていうのはちょっと、政策意外な判断でしたけど、首相だったら何とかする期待感も大きいと思います、本当に。なんか、そんな気がしますね。結局日経もちょっと話それますけど、ここ、3万円近く行った時あったじゃないですか。この3万円、3万760。これ、岸田政権になった時ですもんね、これ。ここピークですもんね。やっぱり首相がこうなってくっていうか、期待感って大きいですよね。はい。いろいろ、どうしても期待がポーンと来て、株価もそうですけど、期待がパーンと来ると、あと失望でこう下がってきちゃったり、落ち着いたりするんですけど、ね。うん。今、日本の方はもう相変わらずこういう日経レンジになってますよね。冷やしでも。はい。逆に短期トレードはしやすい環境ですよね、日経って。27,000から8,000からこの25,000の間にずーっとこの1年ぐらいレンジですもん。レバレッジかけてね、売ったり買ったりするタイミング見れば日経うまくいくかもしれませんよね。へんてこりんなレバレッジかけてなければ。楽っておかしいですけど。トレードはいいと。イギリスもそういう意味ではいいかもしれないですね。ちょっと UK 見ましょう。せっかくなの。はい。だいぶ落としてたんですもんね。6,700まで10月落としたんですけど、今だいぶ登ってきて、ましてやっと7,100か。大台来てますね。ここね。
すいません。だいぶそれで SP500 見ます。あ、ちょっと待って。これ、今日の1時間。これですね。はい。今日、市場がスタートして、アップルがえらい音してますね。あれ？決算終わりましたよね。決算終わって売られてる。はい。これ、今日のナスダックのうちアップルですね、絶対。Google も 2.24 悪いですけど。メタが 1.97。アップルがこんだけ落としてるんだ。いやー、きついね。あ、そうそう。話ちょっとそれますけど、土曜日なんですけども、久しぶりこの GAFAM のことについて、ちょっとあれ、あの人。この方。国ゼミさんね、いつもお世話になってます。新興国株の。今、チラチラと多分 GAFAM、ちょっと GAFAM 崩壊っていう言い方は、まだどうかなと思うんですけども、この、国ゼミさんのね、GAFAM 崩壊2025年にインドで新たな GAFAM が誕生する可能性っていうところで、インドと比較して、GAFAM の話、ちょっとこれ一緒にね、見ていきたいなと思っております。今日はちょっと忙しくてできないですけど、すいません、土曜日にやりたいなと思っております。はい。あとですね、変わってないですね。一般消費財もそんなに変わってないですね。あ、フィンテックが、ビザが落としてますね。マスターカードも落としてますね。フィナンシャル系が落としてます。ペイパルがえらい落としてますね。あ、ペイパル決算だったかな？はい。この、系統が落としています。ちょっとごめんなさいね。これ多分米国の方で、フィンテック見てみますね。違うな。あれ？3番に、でも、でもそんなに落としてないぞ。なんか変わってきてる？この1時間で反転してる？ペイパルあった。そうですね。ペイパル決算でした。違うな。決算が、速報が出てるのかな？まだ今日決算らしいですけど、まだトレーディングビューでは決算の値は出てませんけど、売られちゃってますね。でもなんか今、動きが反転してる気がします。今、アップルが 2.95 まで持ち直してますね。何これ？クアルコムが、半導体のクアルコムがめちゃくちゃ落としてますね。半導体が決算あって、このクアルコムは、クリアしてるのに、すげえ。これ、数字は、売上も、収益もクリアしてて、来期の予想が悪いだけですね。なのにえらい売られてますね。ちょっと、このクアルコムは他の要因で今日ね、7.3 落としてます。これちょっと意外ですね。はい。これ、痛いな。スクエアも落としてますね。今日、フィンテックが速報でもしかしたらちょっと、決算出てるかもしれません。売られまくってます。これ辺ですね。そうですね。NVIDIA 上がってますもんね。NVIDIA と AMD は上がってて、2%、4%。クアルコムが 7% 下げてるので、決算ですね、これは。はい。ちょっと、決算によって動きがいろいろになってます。はい。
全体的にはそんなとこですね。赤くなってきましたね。ちょっと。はい。はい。それは、相場の方はこれぐらいの分析にしまして、今日の特集じゃねえわ。株トレから行ってきますか。株トレからやっていきましょうかね。はい。これですね。株トレから行きますよ。では、今日はですね、株トレの、問題がですね、最近本を。前回移動平均線でしたね。移動平均線の問題だと、今日も移動平均線についての問題になります。目次がちょっと今日出してなくて、今日の目次が第2章の移動平均線を読むの、そろそろ上昇という問題です。いきますよ。ほい。そろそろ上昇。ちょっとじゃあ皆さんはチャートの方を見てってくださいね。ですね。はい。いきます。M 社と N 社買うならどっちという話です。いきます。どちらも、13週移動平均線が26週移動平均線の下から上へ抜けていくゴールデンクロスが出つつあるところですと。なんかこんなヒントみたいなこと言ってんだよ、これ。M 社と N 社買うならどっち？見えますかね？M 社が左側。もう大きく小さくなっちゃった。はい。N 社が右側。で、点線が16日移動平均線で、実線の赤が、13日移動平均線でクロスしそうになっていますと、こっちもね。N 社の方も26日移動平均線があって、13日移動平均線がクロスしそうになっています。共にクロスしそうになっていて、株価のこの黒い線が、ちょっとこう動きが変わっています。はい。じゃあ皆さん、M 社か N 社買うならどっち考えてみてください。その間、ちょっとポイントのゴールデンクロスってとこ読んできますね。はい。ゴールデンクロスとは、短期の、東雲、M かな。早っ。短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上へ抜けていくところをゴールデンクロスと言います。M 社に1票。はい、ありがとうございます。株価が徐々に上昇基調を強めるところで出ることが多いので、買いシグナルになることもあります。ただし、ゴールデンクロスには、皆さんで、オール M ですね。騙しも多く、それだけでは信頼しませんと。5日移動平均線と25日移動平均線を作るゴールデンクロスは短期シグナルで、短期シグナルが変わるたびによく出ますと。13日の移動平均線と26日移動平均線で作るクロスは中長期シグナルで、中長期トレンドが変わるときに出ることもありますというふうになっております。はい。皆さんも出たので、もう答えいきますね。答え、買うなら M 社。皆さんご正解でございます。今日ちょっとこの移動平均線についていろいろ書いてありますので、解説がちょっと多いですけど、ちょっといろいろ読んできますね。皆さんには、こちらの図を見てもらいますわ。これですね。こちらのゴールデンクロスとで、これを見てもらいますね。じゃあちょっと読みますよ。移動平均線が上向きか下向きか。M 社も N 社も13日移動平均線が26日移動平均線を下から上へ突き上げるゴールデンクロスが出つつあります。問題の方を読みますね、これ。ごめんなさいね。最初にこっち行きます。これですね。はい。両者にははっきり違いがあります。M 社は
13日移動平均線、26日移動平均線ともに上向きに転じつつある完全なゴールデンクロスです。M 社がね。一方、N 社は13日移動平均線も26日移動平均線も下向きの、はい、不完全なゴールデンクロスです。下向きの完全ね。はい。M 社は株価が下げ止まってから底固めに時間をかけて、これから徐々に上昇トレンドに転換しつつあります。下落の悪材料は済んだ話となり、新しい好材料が出つつあるように見えます。N 社は安値から一旦反発したものの、また底固めに十分な時間をかけていません。そうですね。これですね。そのため、26日移動平均線が下向きです。下落トレンドが続いている可能性があります。これは意外に皆さん分かりやすかったかもしれませんね。はい。じゃあ、さっきの見せますね。こちらですね。はい。無数にあるゴールデンクロス。ゴールデンクロスが出たら買いは分かりやすいシグナルです。でも、私はゴールデンクロスだけでトレードすることはあまりありません。どの移動平均線を見てゴールデンクロスを判断してよいかがわからないからです。次のチャートは下落トレンドが終わって株価が底打ち、上昇を転じていくチャートです。今図出してるやつですね。はい。移動平均線がたくさん引かれてます。5日、10日、15日、20日、25日、30日、6本の移動平均線です。ここではゴールデンクロスがたくさん出てます。5日線が10日線を下から上へ抜けたゴールデンクロスが最初に出ます。なるほどね。はい。最後に、25日と30日のゴールデンクロスが出ます。一番早いものと一番遅いものでも20日差があります。移動平均線は期間が短すぎるのも長すぎるのもダメということですね。このように緩やかな上昇から始まり徐々に加速していく素直なチャートではどのゴールデンクロスであってもきちんと上昇してくれます。こういうチャートなら期間の短い移動平均線を出る早いシグナルの方が期間の長い移動平均線を出る遅いシグナルよりも勝っています。まあそうですね。ただ現実にはこんな風に綺麗に上昇が加速していくチャートは滅多にありません。まあそうですね。上がると見せかけて途中で息切れ知れて下げに転じている銘柄もよくあります。早いシグナルで買うとそういう騙しが起こりやすいと思います。上昇ピッチに加速して売りが込み買いがどんどん増えていくとき、買った方は騙しに遭いにくくなります。そのためには期間の長い、移動平均線によって遅く出るゴールデンクロスを見た方がいいと思います。でも、長い移動平均線ばっかり見ているとシグナルが出るのが遅すぎて株価の上昇は終わった後かもしれません。早すぎても遅すぎても具合が悪いわけです。ということで、ちなみに僕が24時間ライブで採用している、クロスは4時間足で5日と20日。なので、移動平均線の5日間ですから、4時間足なので、計算すると、皆さんももうご存知かと思うんですけど、移動平均線って1本のローソク足の平均を、5日とか立てていくと、4時間足だったら、24時間でトレードしてるんだったら、6本ですよね。4×6 で24時間ですもんね。ただ株価の場合って、
きっと取引しているものが、1日6時間とか7時間なので、多分日足で見た方が分かりやすいんだろうなと思います。だからトレードの場合だと、もうちょっと短い時間足で見るので、あれなんですけど、日足で株価を見るんだったら、そうですね、1週間、5日と25日かな。どうですかね。皆さんはどういうインジケーターで、MacD とかだとあれですよね。13日と26日を使ってますよね、MacD は。はい。なので、移動平均線を使うのもあれだし、オシレーターの MacD を13、26で見てもいい場合もありますよね。はい。まあ、とにかくいろんな、平均線の癖はあるんだなということで。でも大事なのは、どの移動平均線、短期と長期のクロスして、上がっていく時のゴールデンクロスが大事だよっていうことは言ってますね。はい。はい。すいません。途中で読んでても自分のテクニカルな話になっちゃいました。移動平均線になるとね。はい。では、株取りはこんなところになります。それではですね、お金の、こちら。お金大全の方ね、行きたいと思います。ちょっと、12時まで終わんないでもやばいのこれ。お金大全ですけども、今日は、こちらの方ですけども、給料の話と、それから、退職金の話、あと貯金の話をちょっとしていきたいなと思います。ダーッといきますよ。給料は上がりにくいって本当っていう話です。じゃあ皆さんちょっと資料を見てくださいね。日本人の平均給料は433万円。多いと思われるでしょうか？それとも少ないでしょうか？世界的に、不況に陥った2008年のリーマンショックによって405万円まで下がった2009年よりはいくらか増えています。今ちょうど、出したのが、平均給与の推移ということで2000年から2021年までの、給与のところですね。ちょっと見にくいかもしれない。2000年が461万円。で、ずーっと2009年のリーマンショックが一番低かったですね。405万円。で、今また一応2020年までですけども、433万円まででこんなグラフになっています。はい。2021年になっても、平均給与の額はまだ2000年の水準を回復していないことがわかります。ちなみに、男性の給与は、平均は532万円。女性は293万円。えらい差がありますね。やっぱり正社員とかの違いですかね、これ。また、正規雇用者の平均は、495万円。非正規雇用者の平均は176万円。平均給与は男女差、雇用形態の差があると言われています。そうですね。僕も非正規ですのでね、176万円ではないですけど、パートタイムが多いんですね、きっとね。はい。下の方ちょっとまた言ってますね。しかも、仮に給与が2倍になっても手取りが2倍になりません。そうですね。右下は、このグラフですね。年収300万円から2000万円まで、年収が10万円増えるごとに手取り額を示したグラフです。年収が上がっていくことに、特に所得税が大きく増えます。こんな風に所得税が増えるよってことですね。はい。社会保険は変わらないですね、ここまでの。で、この、住民税も変わらないですね。で、ここの一番薄い青色のところが所得税になります。ここが累進課税ですのでね、上がってきますね。はい。
年収が10万円増えることに示したグラフと。それから年収が上がるごとに所得税が大きく増えます。所得税率は累進課税といって、所得に応じて 5% から 45% まで段階的に増えていきますと。つまり、給料が上がっていく上で、上がっても税金や社会保険料が高くなるために手取りを増やすのは難しいというのが日本の現状ですということですね。皆さんご存知の通りだと思われます。ここはね。若い子たちはどの程度まで取られるのか知らないですけどね。はい。みんなだいたいサラリーマンの方ってなんか2割ぐらい取られるよっていうイメージないです？給与のだいたい2割は取られるっていう。そんな感覚は僕はありますけどね。これちょっと今自営になったので、取られるものは、そんなにお金稼いでるわけじゃないので少ないですけど、税金も取られるのは少ない。その代わり、社会保険ではないので、自分でね、イデコみたいな形で積み立てないと、ね、厚生年金とか、ああいうものがないのでね、はい。老後の資金が足りないという状態かなと思います。はい。七四ゴンベイ3割ですわ。そうなんですね。2割じゃなく3割。すいません。もうちょっと多かったですね。はい。じゃあ、次行きますよ。退職金って減るの？という問題です。はい。じゃあ、こちらもグラフを見ていきます。この上からね、いきます。退職金って減るの？退職金の、推移を見ると、退職金制度の実施している企業は 80.5%、従業員1000人の企業であれば 92.3% が実施している。一方、30から99人の、小さい企業ですね、は 77.6 と減ってきています。退職金の金額も減少傾向です。大卒の場合、1997年には平均で2871万円あった退職金が20年後は2017年、1788万円と約1080万円も減っています。高卒の場合でも近年の退職金は減少しています。今グラフの方ね、上が一般企業の退職金の推移ということで、1997年から2017年ということで、過去20年を、でも2017年か、これ。ちょっとデータが古いですね。もっと下がってるってことですね、きっと。大卒。こちらが一番左が大卒ですね。それから2番目が高卒。真ん中が高卒。事務職とかですね。それから、高卒の現業職って何？なんだろう、現業職って。ちょっとわかんないですけど。はい。職種によってっていうことになってます。ちょっと下も出していきますね。これが公務員の方ですね。一方、公務員は、法律で退職金の支払いが規定がされていますと。決められてますってこと。とはいえ、こちらも金額は年を追うごとに減少しています。例えば国家公務員の場合、2019年の支給額は2090万円。一般企業の平均よりは多いものの、それでも減少傾向にあるということです。2019年には老後2000万円問題が不足すると話題になりました。その老後資金も退職金を頼ることはできなくなっているということですと。そうですね。公務員まだマシですね。逆にあれですね、2019年で公務員の退職金上がったんですね。びっくりしましたね。ずっと下がり続けるんじゃないのと思ってたの。意外でした。はい。民間の方がシビアですけどね。なんかね、ちょっと余談ですけど、最近うちの生徒でも公務員になりたいっていうのがね、ちょこちょこやっぱいるんですよね。不景気だから、それと働き方改革なのかな。やっぱり職種の内容より安定と、なんて言うんです？仕事の内容はもうそんなに考えなくて、
やっぱりこうきちっとなんかしてるって思ってるんじゃないですかね。ただね、公務員、まあ、どうなんですかね、市役所とかで働いてらっしゃる方って、あと、ね、お金に換えられないものってありますよね。すごいストレス抱えてる人もいるんですよ。なんていうの、名古屋市内の、例えば、役職についた、なんていうの、県庁とかで働いてる人もそうですし、お役所仕事っていうのも、やっぱなんかストレスがあるみたいですよね。だから仕事内容だけではお金に換えられないと思いますけどね。そう、まあ、前回も話したように退職金ってやっぱり、あれじゃないですか。まあ、お金いっぱいもらえればいいですけど、でもやっぱり働いているとこも、そこの30年とか、もう、なんていうんですか。そこの会社に捧げてるわけじゃないですか。お花、安泰定時帰宅ですね。そうそうそう。と思うんですけど、でもその8時間の中でもずっと例えばそれがすごいストレスだったら、地獄ですよね。僕働いてる時間とかだけじゃないとは思うんですけど、でも入ってみないとわからないですよね。それって。合う合わないとかも。まあ、なかなかね、まあ子供たちもそうですけど、入ってみなきゃわかんないですもんね。はい。まあ、退職金は下がってくよっていう話でしたね。前回もやりましたもんね、これ。はい。じゃあ次。またこれもね、好きそうな話ですよ、皆さんが。預金だけでは、預貯金だけお金を貯めるだけではダメ？何これ？預貯金でお金を貯めるだけではダメ？なるほどね。要は、あれですよね。銀行に貯金してるだけじゃダメかっていうことですね。はい。いや、皆さん好きそうな話題ですね。出ました。インフレの話です。ちょっと物価上昇のやつ見てくださいね。いきます。コツコツ預貯金で貯金をすれば大丈夫と思われているかもしれません。しかし物価が上がり、お金の価値が下がるインフレが起こると、お金の価値は目減りしてしまいますと。はい。物価はじわじわと時間をかけて上昇しています。1991年時点、1キロあたりの小麦は、202円の小麦は、今表を出してますね。小麦は、2011年では227円。2021年では281円と値上がり。今なんかそれどころじゃねえっすよね、これ。ちょうどタイムリーな話題じゃないですか。今のこのデフレの30年ですら、こんだけ物価が上がってるんだよって言ってますけど、今小麦って調べていいです？ちょっと。1キロ何円って出るかなこれ。小麦粉。小麦粉。1キロ。いくら？どれで見るんだ？楽天が出ちゃった。お花、ランさんや他の人、YouTuber も言っていますの。本当ですか。あった。日清製粉の小麦粉、373円って書いてあります。えらいバラバラだな。360円。298円。309円。324円。334円。このあたりじゃないですかね。送料も入れるとでかいな、楽天。なんだ、送料も入るとでかいな。はい。ということで、相続出ちゃった。これですね。300円台では確実。330円とかそんな感じでした。はい。読みますね。
例えば、リンゴが1個100円であるとしますと。あ、ここ書いてありますね。下のインフレのやつね。これね。5年後には105円になる計算です。しかし、貯金箱の100円は5年後も100円のままですから、リンゴは買えなくなります。銀行にお金預けても 0.00001 しか利息がないためお金は増えずリンゴは買えなくなってしまいます。まあこれ本当皆さんご存知だと思いますけどね。まあちょうど切実ですよね、これね。はい。インフレによるお金の目減りを防ぐには物価上昇率以上の資産を増やしていく必要があります。もちろん預貯金には元本変動がなくすぐに引き出せるというメリットがあります。お金を増やすには預貯金に加えて投資は欠かせません。詳しくは第7章第8章で、お話ししますということで、まあお金の基本ですけど、コーヒー1杯も518円ですって。ああ、そういえば俺、昨日ワイシャツを、クリーニング出したら、やっぱりワイシャツももう2割ぐらいパッパッと値上がりしましたね。ちょっとずつですけど、数十円なんですけど、塵も積もればですけどね。はい。ということです。まあこれ皆さんも本当にご存知かなと思いますので、投資している人のお話ではなく、まあこれは知っといてくださいよということでね、いますね。小麦は本当に、あれです。あと、あれです。小麦って、今、昔に比べて、お米を食べなくなってきて、小麦を、要は、麺とかパンとかを食べる率がもう格段に上がってるみたいですね。だから七しゴンベイ、四半期も値上げしてます。あ、本当ですか。140円ぐらいでしたっけ、今。最近自販機120円のイメージしかないけども、130、140ぐらいでしたっけ。あ、ペットボトルも150とかでした。あ、今日そういえばペットボトル何気に150円で買ってたな。温泉のところで。そうですよね。はい。ということでね、もうかなりインフレもすごいと思うんで、まあ、でもね、投資もね、そうですけど、どうすればいいのと思いますよ。最近やっぱりほら、ガーファムも調子悪くなってきてるから、SP500 もほら、長期投資で大丈夫って話もあるから、じゃあどうすればいいのって話ですよね。本当に。投資しても上がらなくて、お金増えなくて、ね、物価は上がるし、給料は変わんないし。なんか、どうやったら収入増やすのって、ね、ほいで働き方改革とか言われて、副業しなきゃいけないとか、もうなんか、時間が足らなくなりますもんね。まあ節約しかないんですかね。とか思いますね。まあちょっと暗い話になっちゃうといけないですけど。はい。今日は、はい、お金の話はこれくらいにしたいと思います。それでは、もうちょっとだいぶ時間が経ってきちゃったんですけど、特集いきますよ。こちらですね。はい。相続、贈与の話になります。これなんか、もう盛りだくさんですね。やっぱりこれ3つぐらいやると大変ですね。喋りまくってますね、俺。今日。YouTube 紹介した方が楽だ。はい。相続のこと。またこれ相続は多分結構続くと思いますので、今回は第1回目ということで、贈与相続の本ですね。贈与で損しない本ということで、お話ししていきたいなと思います。はい。ちょっとこれ見にくいので上からパーっといきますよ。要注意ということで。皆さん見えるかな？相続の時に対策が必要な理由ということで、あります。身近な人のいつかは突然訪れます。そのいつかに備えておきたいものが一つが相続ですと。多くの人にとって人生は一度、二度しかない相続。慣れないゆえに損をしないためにしっかり備えていきましょうということですね。
まずここ、大まかな相続の流れというところを読んできます。身内の持っている資産っていうのが何かなっていうこと。生前にやっといた方がいいことって何か。相続を検討すること。財産の内容をまとめておくこと。いやー、もう本当になんか頭痛いって感じになるな。生命保険の死亡受取人の相続人にすること。これ危険。ねえ。不動産の権利書を揃えておくこと。いや、もうなんか、ちょっと、重たいですね、最初から。それから、民事信託で財産配分の方法などを指定すること。お墓ですね、これ。お墓代を完済しておく。そうか、お墓もそうですよね。高いですよね。俺これもう、お袋にどうやって言えばいいんだろう。本当思いますね。この本、ボンと置いとこうかな。すごいなんか今、読んでても心が痛くなってきました。でも、向き合わないといけないですもんね、これ。はい。その下。ちょっと親が亡くなる前、ちょっと子から、子が親から資産をもらう贈与というところですね。なぜ贈与するか。子がお金を必要とするとき、親が財産を分け与えられるから。まあそうですね。孫のライフイベントに関する費用を贈与することで、親、孫の生活を助けることになるから。まあそうですね。だからこの下になんか書いてありますね。相続財産が減ることで、相続税の増額が減る。これですね。相続税ですね。節税になるかどうか。ということです。これ、こういう、何ですか、ミヤネ屋を思い出しました。こういうもの見て説明してますよね。普通に親に相談した方がいいですね。そうですよね。はい。行き過ぎた節税には注意とあります。例えばここに、親が生前にマンション14億円を購入し、3年後に子が相続したとしますと。評価額、約3億3000万円として購入時の借入金を差し引きし、相続税を0円と申告。国税庁は行き過ぎた節税と判断して追徴課税をされたと。めんどくさ。はい。ここにあります。ちょっとグラフ下に親から相続した財産の分布だそうです。中央値が1600万円で、平均値が3723万。私は財産放棄しようと思ってます。なるほど。そうなんですね。ありますよね。ちょっと読みますね。平均値が3723万って。で、これですね。相続の割合、ちょっと見ると、グラフ、1000万円未満が 38.4%。はい。これだったら全然ね、いいって思いますよね。20% の人が、でもこう見ても6割の人が相続経験者で1000万円超えてるんですね。20% が1000万円から2000万円の間。今日たまたま MONEX の相続セミナー見ました。早めに準備しておいた方が良さそうです。そうですよね。はい。2000万円。こんなこと言っちゃいけないですけど。どこだろう。もうマンションが2つある時点でちょっと怖いな。
持ち家もあるので、そうですね。すいません。なんかもう本当になんか言いながら痛いです、心が今。50代、60代の相続経験者かつ、各都道府県の1世帯あたりの、資産のやつですね。さっき言ってましたね。この中央値が1600万円ですけど、まあ、平均3700万円という結果になりましたということですね。はい。はい。という話になります。今日、あともう一個いきますね。この左のページ。この後、死後か、死んだ後ね、どうなるかという話です。親が持っていた財産が遺産になりますと。それから、身内、相続人で分ける。遺言書をもとに分ける。財産分割協議を行う。相続人同士で話し合います。東雲、3000万プラス 600× 法定相続人が控除。簡単ですね、それ。ここ出てます。今出てますね。はい。ちょっと読んでいきますね。相続人が遺産を受け取る。で、その次に、相続手続きを行う。預貯金とか株式とかあるかどうか。不動産、自動車などどうか。準確定申告を行う。相続税を納める。相続完了。となってます。完了。納めてます。いうこと。まずトラブルにならないかどうかですね。ここですね。遺言書がない場合。それから、遺言書の内容が曖昧で納得できない。それから、相続人である次男と連絡はつかない。これは大丈夫だな。お花、母は自分で使い残さないと言っているので期待してないです。なるほど。はい。いや、あんまり期待しない方がいい気はします、これ。僕も思いますもん。はい。もともとはい。あればあったらいいだろうってみんな思ってるかもしれないですけど、期待しちゃうとね。3000万以下なら相続税はかからないです。そうですね。ここですね、今。この相続税のところね。はい。次が、この必要な手続き。忘れるとペナルティもありますよということですね。遺産分割協議。それから預貯金や有価証券の名義。自動車などの名義変更。まあそうですね。不動産の相続登記とあります。で、今、東雲さんからも話があったように、相続税の税率、控除額とありますけど、ここでは、3000万以下は 15% となってますけども、まあ、控除が出るはずなので、3000万今プラスね、600法相続人控除とありますけども、東雲さんのコメントに書かれていることでいいと思います。一応この表では、3000万以下は税率 15% で、控除額が50万円となってますけどね。はい。例えば、まあ、ありえないですけど、2億以下 40%、1700万円控除。税率 40%。2億。すごいですね。これ、本当にあれですね。なんていうかな。金額が多ければ多いほどなんかもうめんどくさいわ、取られるわで、精神的ストレス半端ないですね。漏らさずに利用すべき控除っていうのが基礎控除。これまあ確定申告と同じですね。障害者控除、配偶者の減税、未成年控除とか、なんだこれ。相続控除、二次相続っていうのもあるんですね。はい。はい。相続量の計算。準確定申告。相続税の申告。まあ、僕も確定申告をしているので、この点とかはそんなにむずくないというか、サラリーマンの人で、あんまり自分で税金の申告しない人は、ちょっと
確定申告、とかって。まあ、お袋でもこの間やっと確定申告したので、っていうぐらいですね。まあ、年取ってくると、お花、最高、55%。累進課税ですね、これ。全く累進課税と同じですね、それって。所得税と同じですね。課税が。はい。課税対象となったもの、1割。課税対象となった非相続は1割弱とありますね。なるほど。相続、非相続に。そうなんですね。はい。はい。で、相続のトラブル件数。これ、そうですよね。トラブル件数がもうすごいですね。2020年で14,617人のトラブル。申告は窓口でも相談できるので簡単なんですが、名義変更関係がきついです。そうですね。そうですね。僕自動車の名義変更とかは全然自分でやったので、楽っていうか、楽だったんですけど、不動産の相続登記とかは、めんどくさかった気がします。マンションも確か、なんか、登記書っていうか、めんどくさかったですね。はい。ありますね。でもトラブル、多いですね。逆に言えば、トラブルが多いっていうことは、今の年代の方々は、貯金も多くて、段階の世代っていうか60、70、相続することがあると考えた方がいいですよね。これ、逆に言うとこれから、僕らの代からもっと後って、そこまでトラブルにならないんじゃないです？こんな言い方変ですけど。ね、資産を子供に残すって言ってもそんなに子供も少ないし、だから、もしかしてこの問題って、言い方変ですけど、ちょうど今の中高年が僕らが40、50とかこういう年代が問題とされていることなのかなっていう気はします。30代も入るかもしれないですけどね。早く、親を亡くしている方もいるかもしれませんしね。はい。思いました。とにかくトラブルは今めちゃくちゃ多いということですね。はい。ということで、抑えるべきポイントということで、祖父母の遺産整理で親戚でめちゃくちゃトラブってます。W。ね、これって、と思うんですけど、弁護士入れちゃダメなんですかね。あと、行政書士？すごい金取られるのかな？思いました。ちょっとここに本にまだ書いてあるかわかんない。一応、今日は、すいません。こういうトラブルがあるよということで、まだ具体的なね、中身入ってないですけども、トラブルに必要なものっていうことでちょっとお話をさせてもらいました。はい。お花、司法書士に頼むと、30から50万かかるそうです。それが、あれですね、弁護士もそうですけど、それが費用効果になるのか、こちらでちゃんと勉強しておいて、た方がいいかって話ですよね。そうですね。ちょっとやっぱり、僕もね、じいちゃんがね、確かね、寝たきりになったんですけど、寝たきりになる前に、ちゃんとそういうことをしなかったと思うんですよね。だから、おじさんかなんかがじいちゃんの相続の関係で間に誰か入れたのかな？多分ね、うちの上のじいちゃんの方は入れたと思います。司法書士かなんか、なんか入れたと思いますね。じゃないと、多分遺言書も何もなかったと思うんですよね。はい。東雲、親兄弟だけはしっかり話しとくことですね。そうですね。そうですね。思います。僕ももう三男坊と、名古屋で働いてる三男坊はもう今、
何気にその大きい僕もそのマンション2つと。お金かかるけど相続協議さらに調停。調停。あ、そうですね。なんか、しんみりしちゃった、俺。すいません。はい。じゃあですね、一応この相続についてはまたこれからも、今日ね、実は全然これができなかったんですよ。相続人は誰ですかってやつとか。いろいろこう、基礎知識もやっていきたいと思いますので、今日は、定義っていうか、こういうことがあるよっていうことでね、お話をしていきたいと思ってましたんでね、これぐらいにしたいと思います。また、第2回目とかもね、これも、だいぶ、必要だと思いますので、お話をしていきたいなと思います。はい。で、次回、これできるかわかんないですけど、ガーファムのね、話、国ゼミさんの話もね、していきながらトレードの話して、お金の勉強、これからもね、やっていきたいなと思っております。はい。ちょっと今日長くなりましたけど、すいません。今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。また土曜日、11時から、お金の勉強、いろいろクイズもね、やっていきたいと思いますので、よかったら参加してください。はい。今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。シメディ、お疲れ様でした。お花、揉めないことが大事ですね。東雲、お疲れ様でした。